フォーク武器から小説へ、音楽と政治の境界線。うおー、全さん聞いてください。この魂の叫び、どうですか？不条理な社会への怒りですよ。最近の曲って、恋愛とか自分探しとか、ふわっとした話ばかりな気がして、昔のフォークみたいに、ギター一本で、世界と戦う姿に憧れるんです。ガク君、今日の熱量はすごいですね。実は、フォークギターが本当に体制を揺るがす実弾だった時代があるんです。でも、そこには激しい怒りだけでなく、もっと深い知恵もありました。今日は音楽が武器だった熱狂の時代から、高田渡さんのような大御所が提示した日常の中の抵抗を経て、今の私小説へと姿を変えた進化のプロセスを解き明かしましょう。物語の原点はアメリカの一人の放浪歌手、ウディ・ガスリーです。1940年代、彼は自分のギターにこう書きました。この機械はファシストを殺す。ギターを機械と呼び、しかも殺すって、物騒すぎませんか？それほどまでに当時の労働者にとって歌は唯一の対抗手段だったんです。大干ばつで農地を失い、家も職も失った多くと呼ばれる難民たち。過酷な労働と差別の歴史の中で、ギターは持たざる者のライフルだった。銃を持てない弱者が言葉とリズムで権力を射抜く。この精神が1960年代にプロテストソングとして爆発します。ボブ・ディランが風に吹かれてを歌った時、音楽は政治を動かす弾丸になったのです。日本でも1969年、信じられないような熱狂が新宿で巻き起こりました。新宿駅西口の地下広場で起きたフォークゲリラ事件です。フォークゲリラ？名前からして戦ってる感じがすごいですけど、一体何が？最初は数人が集まって歌い始めただけでした。でもその歌声が磁石のように人を呼び、ピーク時には数万人の群衆が地下広場を埋め尽くし、地鳴りのような合唱を響かせたんです。数万人？アリーナライブ以上の規模が地下道で行われてたんですか？はい、岡林信康さんが「友よ」を歌えば、広場全体が一つの石を持つ巨大な生命体になった。当局はこれを恐れ、広場の名称を通路に変更して立ち止まるのを禁止しました。広場なら集まっていいけど通路なら立ち止まるなという究極のへりくつです。歌の力が国家権力を本気で困らせ、恐怖させた歴史的な瞬間だったんですよ。しかしその熱狂の傍らで、全く違う戦い方を提示した伝説の男がいました。それが日本フォーク界の最重要人物の一人、高田渡さんです。高田渡さん、いつもお酒を飲んでてひょうひょうとしたイメージがあります。彼は拳を振り上げて叫ぶ代わりに、新聞の三面記事や詩を淡々と歌いました。代表曲の自衛隊に入ろうを聞いたことはありますか？それって自衛隊をおすすめする歌なんですか？逆です。過剰なまでのおすすめを明るく歌うことで、その裏にある狂気をあぶり出した。体制を正面から叩くのではなく、にやりと笑いながら足元を救うようなシニカルさ。石垣凛さんの詩に曲をつけた銭湯のように、貧しい日常を脅かせず歌う。怒りをユーモアに変換して生活者の視点を守り抜いたんですね。はい、これこそがフォークが武器から生活へと向かう重要な橋渡しでした。さらにフォークには世界規模の変節点が訪れます。1965年、ニューポートフォークフェスティバル。教祖的存在だったボブ・ディランがエレキギターを持ってステージに立ちました。エレキを持つだけで何か問題があるんですか？今の時代なら当たり前だけど。当時の純粋なフォークファンにとってエレキは商業主義の汚れた象徴でした。俺たちの代弁者であれと願う聴衆を彼は爆音で突き放したのです。裏切り者ユダという凄まじい罵声の中、彼は演奏を強行しました。これは我々の政治運動という集団の物語を捨てて、俺個人の芸術へと舵を切った決定的なパラダイムシフトだったのです。社会を変える旗を下ろして自分の複雑な内面を描く表現者に変わったんだ。ここからフォークは内面化という進化をさらに加速させます。政治運動の熱気が冷めるにつれ、歌のテーマは外の敵から内の悩みへ。70年代、ジェームス・テイラーやジョニ・ミッチェルが登場し、孤独、失恋、自分自身の弱さを極めて繊細に、時に残酷に歌い上げました。ベトナムから撤退せよではなく、隣に君がいないのが寂しい。世界規模の革命より目の前の一人の救済を選んだんですね。日本でもこの進化は独自の4畳半フォークとして花開きました。かぐや姫の
神田川がその頂点ですね。三畳一間の小さな下宿で恋人と銭湯に行き、24色のクレパスを買う日常。そこには体制への怒りも世界革命の呼びかけももはや1ミリも存在しません。学生運動で挫折した若者たちが社会を諦めて自分の4畳半に閉じこもった。フォークは公の武器から個人の私小説になったのです。デモで声を枯らすより好きな人と温かい味噌汁を飲んでいたい。切実だな。なぜこれほど劇的に歌が描く物語は変わってしまったのでしょう。社会学的には大きな物語の終焉という言葉で説明されます。かつては世界をどう良くするかという巨大な共通の目標がありました。しかし経済が豊かになり価値観がバラバラになるにつれて、みんなが等しく信じられるたった一つの正解が消滅してしまったんです。すると人は自分の小さな生活や移ろいやすい心を歌うしかなくなった。敵がホワイトハウスから自分の中の空虚さや孤独に変わったわけですね。でも前さん、今の時代こそまた武器としての歌が必要じゃないですか。格差社会や見えない壁、戦うべき相手は昔より陰湿に増えてる気がします。実は形を変えてフォークの精神は今も生き残っていますよ。現代の武器はヒップホップのリリックの鋭さに受け継がれています。ただアコギ一本で声を張り上げるスタイルには今も他にはない特権があります。それは嘘をつけないということです。装飾を剥ぎ取った生身の声と弦の響きには真実がむき出しになる。そのむき出しの心が誰かの心の殻を打ち抜く弾丸になるんです。昭和のフォークシンガーたちは文字通り命がけで言葉を紡いでいました。今の私たちからすれば少し重たくて痛々しい音楽に見えるかもしれない。でも彼らが私という主語を血を流しながら確立してくれたからこそ、私たちは今日自分の問う信頼の弱さを堂々と歌にできるようになった。社会を変える大きな戦いがあったから個人の小さな幸せを歌える平和な時代が来た。高田渉さんのシニカルな愛も拓郎さんの詩小説も僕らへの大切なギフトだったんだ。フォークソングの進化、それは人類が社会の正義と個人の幸福の間で絶えず揺れ動き苦悩してきた足跡そのものです。ガク君、君のそのギターで次はどんな私の物語を語りますか？はい、社会への怒りを半分、残りの半分は前さんの解説が詳しすぎる件を歌います。それはもしかしたらもっとも現代的なプロテストソングかもしれませんね。今日はフォークソングの歴史的進化とその背後にある社会学について解説しました。時代によって言葉の重みの置き場所は変わりますが、一本の弦が震える時、そこに宿る魂はいつの時代も同じです。皆さんの人生を支えてくれたフォークソングは何ですか？心に刺さった歌詞や当時の思い出をぜひ熱くコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。